はい、今回は TCL の最新テレビ Q7D Pro をレビューしたいと思います。昨年も TCL のミニ LED テレビがすごいって話をしたんですけれども、さすがミニ LED のパイオニア。また1年でさらに進化しているのですよね。コントラスト、色域、色再現性、視野角とさらに進化しており、4K HDR144Hz Google TV に音響サウンドと、もはやテレビとは思えないスペック。テレビとしての完成度はもちろん高いのですが、PC モニターと比べても遜色なく、むしろ優れているのですよね。実際、ミニ LED の大型モニターに比べても格安であり、マルチモニターを組むより手軽で、デスクも小スペースで使いやすい。モニターだと3枚分くらいの作業領域もこれだけで手に入ってしまう。だったら PC 用モニターとしても活用できれば、お得なんてもんじゃないと思うし、なんならゲーミングモニターとしても使えたら最高だよねってことで、ここ1、2ヶ月ほどがっつりと試行錯誤してきたんですけれども、まあほんと何の問題もなく、これで作業できるようになってしまって、下手にマルチディスプレイ組むより快適に使えちゃってますからね。ただ、目的が違うテレビをそのままパソコンのモニターとして使うっていうのは、いろいろと気をつけるべき点もあるわけで、今回はそんな試行錯誤の記録をここに残しておきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい。それではまず、このコスパが高いテレビを提供する TCL というメーカーについて、軽く前年のおさらいをしておきたいと思います。テレビなら日本メーカーが安心というイメージってまだまだ根強くあると思うのですけれども、今となっては日本のテレビメーカーってほぼ日本のメーカーじゃないってことを改めて理解しておきたい。まあこれは去年の動画でも話をしたのですが、テレビの心臓部であるパネルに関してはもう10年以上も前から日本では作られておらず、私が昔地デジになる前に家電量販店でテレビを売っていた頃にも、すでに国内でパネルを作っていたのは亀山モデルのシャープさんくらいでしたからね。そして現在ではそのシャープは台湾のフォクスコン傘下であり、東芝レグザは中国のハイセンス傘下。最後の砦であったソニーまでも2026年3月に TCL と一緒に会社を作ることが発表されたわけです。TCL の出資比率 51% ということで、実質的に TCL 主導の合弁会社ということになります。そんな TCL は2019年に世界で初めてミニ LED テレビを実用化したメーカーでもあり、自社でミニ LED パネルを設計製造できる世界でも数少ないメーカー。今やミニ LED テレビ市場において他社に先駆けたノウハウと量産体制を築いているのです。実際ミニ LED のテレビメーカーとしては世界トップクラスのシェアを誇り、世界トップクラスの技術を持っているのも間違いないわけで、そんな TCL の2026年最新フラッグシップがどんなものなのか。まあ前年もびっくりするぐらい進化していたんですけれども、その前年モデルに比べて今年はどれぐらい進化しているのかってのを続いて見ていきたいと思います。はい、それでは TCL の最新テレビがどれぐらい高性能なのか、前年モデルからどれくらい進化したのかという話ですね。まずはスペック比較しながら軽く進化ポイントを押さえたいと思います。Q7C が2025年のモデル、Q7D Pro が2026年のモデル。いずれもサイズ展開は55インチから98インチまで5サイズが揃っています。まず最大のポイントとなるのが映像技術の進化。昨年の Q7C は量子ドットミニ LED。Q7D Pro はその進化版、スーパー量子ドットミニ LED を搭載。ミニ LED の光源そのものが進化しており、色域も DCI-P397% から BT2020-100% へと拡大しています。映像エンジンは Q7C が AIPQ Pro。Q7D Pro は TSR AIPQ となり、AI による映像処理も進化しています。パネルも HVA パネルから HVA2.0 プロパネルへ。ミニ LED ながら178度の高視野角を実現しており、新たに追加されたウルトラカラーフィルターで色再現性がさらに向上。画面の反射を抑える低反射処理にも対応しています。ローカルディミングも Q7D Pro では全領域ハロー制御技術がさらに進化。ローカルディミングってのは画面の明暗を細かく制御するバックライト制御技術のことなのですが、単純な分割数だけでなく、1分割あたりの成功精度そのものが大きく改善されています。そして Google TV 搭載で、スマートテレビとしてのスペックも高く処理速度も速い。4K144Hz のリフレッシュレートや、音響のサウンドシステムも引き続き搭載。基本的な完成度の高さはそのままに、さらに映像面で進化しているのです。
これほど高性能になりながら、価格帯はそのまま、コストパフォーマンスはさらに高くなっている。控えめに言っても、一昔前の液晶テレビとは完全に別物になっているわけですが、ただあくまでスペックはスペックですからね。映像の進化は実際に見比べてみないとわからないし、体感できないと意味もないとも思ってますので、続いて前年モデルと並べて映像を比較してみたいと思います。はい。というわけで、実際の映像がどれくらい進化したのかって話ですね。2025年の Q7C と2026年の Q7D Pro、それぞれ55インチで、テレビの映像設定は標準にして、輝度も揃えた上で比較していきたいと思います。まず、起動した時点で Q7C と Q7D Pro の違いをはっきりと感じました。起動した時に表示される TCL というロゴの背面の黒さが全然違うし、メニュー画面でも色の鮮やかさ、色の濃さ、全然違ってびっくりしました。映像越しなので伝わるかどうかはわからないんですけれども、Q7D Pro の方が色が圧倒的に濃くなってるんですよね。この辺はスーパー量子ドット、HVA2.0 プロパネル、ウルトラカラーフィルター、TSR AIPQ の AI エンジンと進化しまくっており、いろいろと映像を見比べてみても、一目で映像が綺麗になっているのがわかります。色域も DCI-P3 カバー率 97% から BT2020-100% へと進化していますからね。発色も非常に豊かで、HDR コンテンツでは特に鮮やかで立体感のある映像になっているなと、去年のモデル Q7C でも十分綺麗だと思ってたんですけれども、比べてみると、なんというか液晶テレビらしい全体的な色味の淡さというか白っぽさがあるんですよね。一方 Q7D Pro は液晶っぽくない、どちらかといえば有機 EL よりの映像になっていて、それでいてものすごく明るくできるし、明るくしても色が濃いんですよね。そして意外と大きな違いを感じたのが低反射パネル。旧モデルの Q7C では明るい場所で見ると反射して映り込みがちだったんですけれども、Q7D Pro はだいぶ反射が抑えられている。明るい場所で見ても画面の黒い部分は黒いまま、従来のテレビのような蛍光灯や窓の映り込みが少なくなっている。反射が少なければテレビの明るさを抑えたりもできるわけで、以前と比べ目も疲れづらくなったような気もしております。視野角も進化しているとのことでしたが、去年の HVA パネルの時点でかなり優秀であり、視野角の違いというよりは元々の映像が綺麗になって色が濃くなった分、横から見ても色がしっかり残ってるかなくらいのニュアンスですね。でもやっぱり液晶パネルでこの視野角はすごいと思います。そしてもう一つ、かなりの違いを感じたのが、地上波テレビの映像。いわゆるテレビ番組の映像が非常に綺麗になっているような気がしました。地上波の映像ってもともとあんまり綺麗じゃないはずなんですけれども、色が濃くなってノイズも減っているような気がする。これはおそらく新しい TSR AIPQ プロセッサーによるものではないか。AI が映像をリアルタイムで補正してくれているのかなと。あと今回の比較は検証の都合、明るさの自動調整機能をオフにして輝度をマックスにしてたんですけれども、Q7D Pro は輝度を落としても色がしっかり濃くて綺麗に見えるんですよね。明るさを抑えても発色が良く、色鮮やかに感じる。実際のところ明るいモニターの方が綺麗に見えるわけで、量販店でも明るさマックスで展示しているのが当たり前なんですけれども、暗い部屋で明るさマックスで見るかって言ったらそんなことはなく、暗い部屋では自動調整機能で明るさを抑えた状態で見るはず。スマホも暗い部屋では自動的に明るさが下がるのと同じ。日常生活では輝度が下がった状態で見ることも多いと思うのですけど、そういった環境でもやはり Q7D Pro はしっかりと色濃くなっている。基本的な映像がワンランク進化していると感じました。いやほんと、有機 EL みたいな映像で、それでいてハロー現象もよく抑えられていますからね。ハロー現象は明るい部分の周りにうっすら光が滲む現象なんですけれども、TCL の独自技術、全領域ハロー制御技術によってこれもかなり抑え込まれています。夜景とか宇宙のシーンとかホラーゲームとか苦手なはずなのですけど、しっかりと黒く、輪郭もはっきりと滲まず表示できている。そして画質の進化だけでなく、テレビとしての完成度も高い。Google TV の処理速度は相変わらず爆速で、アプリの起動も切り替えストレスもなし。この辺は前年モデルと比べて変わらず非常に速く、下手なストリーミングデバイス、Fire TV スティックよりも全然サクサクと動きますからね。Google TV なので動画アプリも網羅されており、Steam Link や PS リモートのようなストリーミングゲームアプリや GeForce Now のようなクラウドゲーミングアプリにもしっかり対応してるし、もちろんゲーミング性能も相変わらずの高水準。
4K144Hz VRR MEMC フリーシンクプレミアムプロ ALLM にも対応で、ゲーム機につなぐと自動的にゲームモードに切り替わる。Google のキャストだけでなく Apple の AirPlay とホームキットにも対応しているので、iPhone のミラーリングやスマートホームのハブとしても使えますからね。まあミニ LED というと明るさが強みであり、リビングで日常的にテレビを見るなら、ミニ LED テレビの方が良いってイメージがあったと思うのですけれども、暗い場所で実際有機 EL テレビと並べて見比べたりもしてみましたが、Q7D Pro は暗い場所でも有機 EL に見劣りすることがなく、色が濃くてしっかり綺麗に見えるようになってしまったんだなと。もちろんミニ LED テレビならではの明るさも健在であり、日中でもカーテン開けたままでくっきりと映像が見えるレベル。明るいリビングで視聴しても画面が白っぽくなりづらく、しっかりとコントラストを保ったまま映像表示をしてくれる。ただしっかりと見比べれば、やっぱり黒の黒さは有機 EL の方が黒い。これは画素そのものを消せる有機 EL の強みかなと。そして斜めから見るとミニ LED は少なからず白っぽくなります。角度が急になればなるほどミニ LED は色が薄くなっていく。まあここまで急な角度で見ることは稀かもしれませんが、角度をつけるほどに映像に差が出てくるイメージ。HVA2.0 Pro で視野角が超広くなっているとはいえ、ミニ LED はあくまで液晶パネルをバックライトで後ろから照らすという構造上多少の光漏れも仕方ないかなと。まあここまで来ると有機 EL とミニ LED どちらが綺麗かという単純な比較は難しいのですが、明るい環境で見ることが多いテレビでは高輝度なミニ LED テレビが有利であるのは間違いないし、ここまで色濃く色再現性も高く映像表示できるなら、リビングだけでなく書斎や寝室、はたまた PC の作業用モニターとして使ったって良いとも思うのでした。はい、ここまでこのテレビの性能の高さを見てまいりましたが、ここまで性能が高いテレビなら、テレビとして使うだけではもったいないし、PC モニターとしてもコストパフォーマンスが高いのではないか。というわけで実際私はここ1、2ヶ月ほど、このテレビを PC の作業モニターとして使ってきたわけですが、まあ普通に使えちゃったし、なんならこっちの方が良いのではないかとも思ってしまったので、ここからはテレビを PC モニターとして使うメリットについて話をしたいと思います。私はテレビを作業用モニターとして使うってのは、これまで幾度となく試してはやめてを繰り返してきたのですが、従来のテレビってやっぱりテレビだったんですよね。テレビとモニターは目的も違い、テレビはある程度の距離をとって映像をメインで楽しむもの。一方モニターは比較的近い距離で文字や細かい情報をしっかり見るもの。実際のところテレビをモニターとして使うと文字が滲んじゃったり、グレアパネルで反射しちゃったり、残像感が気になったりと、テレビなりのデメリットがどうしてもあったわけです。で、今回この Q7D Pro を使ってみて改めて思ったのが PC モニターと同等、もしくはそれ以上のスペックをテレビが持っている時代になったんだなと。まあ今と昔ではテレビそのものが別物になっており、PC モニターとしてこの大画面テレビを使う価値も十分あると感じましたので、その理由について深掘っていきたいと思います。まずは何より液晶パネルの進化、ミニ LED の進化ですね。昔の液晶パネルって VA パネルにするか IPS パネルにするか用途によって使い分けたりもしていたわけですよね。VA はコントラストが高いけど視野角が狭くて、一方 IPS は視野角が広いけどコントラストが低い。お互い一長一短があったんですけれども、それがこの TCL の HVA パネルではコントラストも視野角も両方優れており、まさに VA と IPS のいいとこ取りでハロー現象までも抑えられている。しかもミニ LED と量子ドットで色域や明るさも大幅に進化しており、そしてこのテレビに至っては正確な色表現までもできるようになっている。そしてもう一つ大きいのがノングレア。液晶テレビって映像の綺麗さを優先するために光沢のあるグレアパネルが主流だったんですよね。グレアパネルは表面が平滑で光の散乱が少なく、これによりコントラストが高く色鮮やかに見える。ただ明るい場所では鏡のように反射しちゃって色々と映り込んじゃって、これが PC モニターとして使う上で結構致命的だったわけなんですけれども、今回の Q7D Pro は HVA2.0 Pro パネルにアンチグレア処理が入っていて、反射までしっかりと抑えられているのです。この辺は前年の Q7C と見比べてみてもその違いは明らかであり、モニターは反射しないに越したこともないですからね。はい。続いてテレビを使う最大のメリットが PC モニターでは手に入らない広大な画面サイズが得られること。この圧倒的な作業領域の広さが格安に手に入るのです。例えば今回私が使っている55インチ 4K というテレビの物理サイズは横幅約122センチ、縦が約 68.5 センチ。
多くの人が慣れ親しんでいる27インチのモニターサイズは、横幅約60センチ、縦が約33.6センチ。つまり、この55インチというサイズは、横も縦も27インチモニターのちょうど2倍。ということは4倍のサイズ。そして解像度よりも重要なのが PPI。画面1インチあたりのピクセル数ですね。解像度は 4K なので、フル HD が4枚分。27インチフル HD を4枚並べたものと考えるとイメージがつきやすいかなと。55インチ 4K は約 80ppi。27インチフル HD の PPI が約82ですからね。55インチ 4K を等倍表示すると、文字や UI の表示サイズは27インチフル HD と同じくらいの感覚で使えるのです。参考までに27インチの WQHD が PPI 約110くらいで、32インチの 4K で PPI137、32インチ 4K を 125% アップスケーリングして 110ppi となります。この文字のサイズ感っていうのは人によるかと思いますが、私は 110ppi くらいが限界ってのは以前のスーパーウルトラワイドの動画で申し上げた通り、多くの人にとって27インチの WQHD の PPI 約110ぐらいが一番文字の見やすさと作業領域のバランスが良いんじゃないかって思ってるんですけれども、これはあくまでデスク上の近距離で使う場合の話であり、マルチディスプレイや大画面ディスプレイのようにちょっと離れた位置で使う場合だと PPI80 くらいがちょうど良いとも感じております。表示領域が増えるほどに近い距離では視界に入らなくなり、ディスプレイとの距離が必要となる。かといって距離を取れば文字も見えづらくなるわけで、27インチでフル HD くらいのサイズ感が眼前1メーター前後で見やすく疲れづらいというのが現在の私。この辺のところは私の老眼が進行しまくりってのもあるんでしょうけど、目は近くを見るほどに調整力を使うわけで、少し離れた大きな文字を見る方が疲れづらいとも思っています。そして大画面テレビは1枚の大画面なので、マルチモニターのようなディスプレイ同士のつなぎ目、ベゼルがないんですよね。このベゼルは見た目も悪く、モニター同士の距離が遠くなるってのもありますが、このベゼルがない方が目も疲れづらい気もしています。画面がフラットになるからか、はたまたベゼルがなくなることで一つの映像と認識できるからか、その辺のところはようわからないのですけれども、ベゼルがなくなることで視点移動も少なくなるってのは間違いないでしょう。もちろんテレビ1枚で済むことで、電源ケーブルも映像ケーブルも1本ずつの合計2本で済むし、55インチなのに約 12kg と、テレビも軽いので設置の手間も最小限。配線の手間もなくなって小スペースで済んで見た目もスッキリとするからね。そしてこのシームレスな1枚の大画面をより使いやすくしてくれるのが画面分割アプリの進化。ウルトラワイドやスーパーウルトラワイドといった大画面モニターが普及したことによってソフトウェア側も進化しているということ。Windows ならファンシーゾーン、Mac ならマグネットのような画面分割アプリで1枚の大画面ディスプレイをマルチディスプレイのように使うことが非常に簡単になっています。いや本当、以前は上下4分割や頑張っても縦3分割くらいにしかできなかったですからね。これらのアプリを使えば、事前に設定したゾーンに分けて、やりたい作業に応じて画面を最適なディスプレイ配置に自由に変えまくれる。例えば27インチを横に2枚並べてデュアルディスプレイにしたり、中央で作業しながら左右に資料や AI ツールを並べる。いわゆるトリプルディスプレイ的な使い方もできるし、動画編集の時はスーパーウルトラワイドモニターのように長くも使えるわけです。実際、このディスプレイ配置って作業内容によって違ってくるし、結局のところ人それぞれ、いろいろと試しながら自分に合ったモニター配置を探す手間もあるわけで、こっちの方が使いやすいなぁ、こっちだと疲れるなぁ、みたいなことを PC 側のソフトウェアだけで実現できてしまうのが便利なんですよね。その時々で構成を瞬時に切り替えられるってのも大画面テレビならではの強みであり、本当マルチディスプレイなんかよりも試行錯誤も圧倒的に楽だとも感じております。はい、続いてのメリットはやはりゲーミング体験ですね。先ほども申し上げた通り、この Q7D Pro は 4K144Hz に VRR、MEMC フリーシンクプレミアムプロに対応。ゲーミングモニター並みのスペックを誇ります。Nintendo Switch 2とかプレステ5、Xbox PC ゲームなど、最近のハイエンドゲーム機との相性も抜群。ALLM 対応でゲーム機をつなぐと自動的にゲームモードに切り替わるのもありがたいし、手元のリモコンで HDMI も簡単に切り替えられますからね。そしてミニ LED ならではの強みが、コントラストが高いゲーム。HDR 映像の爆発エフェクトや夕日のキラキラした表現も明るい部屋でも沈まずに楽しめるし、Q7D Pro の全領域波動制御技術のおかげで、ホラーゲームや暗いシーンの多いゲームでも、ミニ LED の高輝度と低反射が生きてくる。
暗い場所に隠れた小さな光や奥に潜む敵の輪郭がはっきりと表現されている。そしてこのテレビのすごいのがスーパーワイドゲームビューという機能。これはテレビ側で21対9のウルトラワイドや32対9のスーパーウルトラワイドで表示する機能なのですよね。レースゲームやフライトシミュレーターだけでなく、最近は様々なゲームでウルトラワイド解像度にも対応している。アクションゲームや RPG とかでも横に長い映像でよりシネマティックなゲーム体験ができるのです。元々の解像度が 4K なので、21対9のウルトラワイドでは解像度は 3840×1600 となり、スーパーウルトラワイドが32対9で 3840×1080 の解像度となります。このウルトラワイドの解像度がまた絶妙で、5K2K の 5120×2160 よりも GPU 負荷が軽いのも良くって、ミドルクラスの GPU でも快適に動かせるのが地味に嬉しいところ。しかもこのウルトラワイドやスーパーウルトラワイドってただ横長になるってわけではないですからね。アスペクト比が変わることで、ゲームの中の視野が広がり、見える位置、見え方が変わるわけで、実際別物ゲームのような体験もできるし、最近はウルトラワイドに対応したゲームも増えており、UI も中央寄りになって広大な映像をそのまま快適にプレイできるゲームも増えていますからね。そしてもう一つ、ミニ LED ならではのメリットが焼き付きのリスクがないこと。有機 EL って遅延や残像感の少なさからゲーミング目的で使う人も多いと思うのですけれども、長時間同じ映像が表示されると焼き付きのリスクがあるし、定期的にリフレッシュも促してくるし、これを消すストレスがないって言ったら嘘にもなるでしょう。その点、ミニ LED の Q7D Pro は焼き付きのリスクがないし、長時間ゲームプレイしまくっても安心。有機 EL が焼き付くかってのはさておき、そういったことを気にしなくてゲームプレイできるっていう安心感はあると思います。はい、続いてテレビならではのメリットがもう一つ。それが音響周りの拡張性。Q7D Pro 自体には音響のサウンドシステムが標準装備されているので、テレビ単体でもしっかりとした音が鳴ります。しかもテレビということで Q7D Pro には HDMI、EARC も搭載されているので、サウンドバーや AV アンプをケーブル1本で簡単につなぐこともできるのです。EARC ってテレビにつないだすべての HDMI 機器の音声がこの EARC 接続したスピーカーからまとめて出力することができる機能。例えばゲーム機、パソコン、ブルーレイプレイヤー、Apple TV とか HDMI につないだどの機器に切り替えても音声は全部この EARC の HDMI に接続したスピーカーから出る。つまりテレビが映像だけでなく音声ハブとして機能もしてくれるわけです。パソコンのモニターだとこうはいかないですからね。EARC 機能があるモニターなんて私は見たことがなく、複数のパソコンを接続した時にこのスピーカー問題だけはいつも面倒でしたからね。その点テレビなら Windows と Mac で同じスピーカーを使えるし、ゲームでも映画でも地上波番組でも全部同じサウンドシステムで音を楽しめる。これは複数デバイスを接続することが前提のテレビならではのメリット。EARC 対応のスピーカーも増えており、サウンドバー1本接続するだけでドルビーアトモスのような立体音響にも対応できるようになるし、私がよく使っているのが Amazon Fire TV と Apple TV のワイヤレスホームシアター。Amazon の Echo や Apple の HomePod といったスマートスピーカーで本格的なホームシアター環境を作るというもの。ストリーミングデバイスとスマートスピーカーはワイヤレスで連携し、EARC に対応する。エコーといった格安スピーカーがシアターレベルのスピーカーとして使えるわけです。エコースタジオやホームポットをパソコンのスピーカーとして、しかもワイヤレスでこれら高性能スピーカーが使えてしまうわけですからね。ホームポットの音は良く、空間オーディオも素晴らしいし、エコーには三脚穴もあるし、エコードットやホームポットには吊り下げ用のマウント商品もたくさんあるし、3D プリンターで自作したって良いとも思う。ダクトレールに吊り下げて、まさに音を降り注ぐような環境を作ることも可能ってわけです。具体的なエコーをテレビのスピーカーとして使う方法については、以前の動画でも詳しく解説しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。はい。続いての大画面テレビを使うメリットは、やはり小スペースで設置できることですね。これは先ほどディスプレイ1枚で済むって話でもしたのですが、以前のテレビに比べてより小スペースに設置できるようになってるんですよね。ミニ LED テレビはここ数年で薄型化、軽量化が大幅に進んでおり、今回の Q7D Pro に至っては55インチで約 12kg とかなり軽くなっています。デザインもメタリック調のベゼルレスデザインに仕上がっており、画面の縁が非常にスリム。
そのため映像が空間に溶け込みやすく、部屋に置いても圧迫感を感じにくい。デスクの上にも乗っけやすいし、動かしやすいし、さらに壁掛けにも対応しており、300×300 のベサ規格にも対応しているので、壁掛けパーツも選べて設置の自由度も高い。壁掛けはもちろん、モニターアームに固定したりもできるのです。パソコンモニターの大型化に伴い、モニターアームもここ数年で大幅に進化しており、10kg を超えるモニターもしっかり固定できる高耐荷重モデルが登場してるんですよね。ベサ100からベサ200へのアダプター、さらにベサ200からベサ300へのアダプターも簡単に手に入る時代になっている。昔はテレビがベサ固定に対応しておらず、専用の壁掛けパーツが必要で、モニターアームに固定するために自分でアダプターを作ったりしたりもしたのですけれども、今ではモニターアームへの固定も簡単であり、壁紙を傷つけない DIY パーツの登場により、賃貸でも簡単に壁掛け設置できたりもする。まあこれだけ大きいのに薄くて軽いってなると倒れてくる心配とかもあるのですけど、壁面固定したり浮かせることで倒れてくる心配もなくなるし、小スペースに住んで何より見た目が良い。薄くて大きなモニターが浮いているってインパクトありますからね。私はアイワ金属のスタンドバー、平安振動工業のラブリコを使って賃貸住宅に壁面固定したりもしています。そしてテレビ1台で済むことで配線も少なくなるってのが最高。パソコンやテレビ周りは配線がぐちゃぐちゃになりがち。配線整理のコツは配線の流れを考え、適切な位置にデバイスを置くこと。パソコンがコンパクトになり、周辺機器のワイヤレス化が進む昨今。デスクの上にはキーボードとマウスさえあれば良いわけで、そもそもデスクの上にモニターを置く必要もないですからね。デスクにキャスターをつけてしまえば、デスクを取っ払ってモニターだけ使うこともできるわけで、必ずしもデスクの上にパソコンやモニターを置く必要もないと思っています。で、現在の私はというと、パソコンは手のひらサイズのミニ PC。例えば、ギーコムなら専用マウントもついてくるので、アーム固定して本体も浮かせたり、サウンドバーだってアーム固定したりしてみても面白いと思います。浮かせることでデスクも広くなるし、HDMI ケーブルも短く済んで掃除も楽になる。テレビの上にはウェブカメラをつければ、カメラのマイクで音声入力も使えるようになるし、精度を上げるならショットガンマイクを使ったって良いでしょう。そしてこういった壁掛け設置で活躍してくれるのが、このテレビに搭載されている AI アートやアートギャラリーという機能。ベゼルレスデザインの大画面が壁に貼り付くように設置されていて、そこにアートが表示されていると、もう本物の絵画を飾っているようになるんですよね。ミニ LED の高い色域とスーパー量子ドットによる色の鮮やかさで油絵のような立体感も写真のようなリアルな質感も両方しっかりと表現できる。有機 EL と違ってミニ LED は焼き付きのリスクがないというのは先ほど申し上げた通り、スクリーンセーバー的なコンテンツを表示して気軽にインテリアとしても活用できるんじゃないかなと。パソコンでちょっと席を立つときやスリープにしてるとき、画面を真っ暗にするんじゃなくてアートを表示してみたり、作業画面そのまま隠せるし、部屋の雰囲気も変わる。まあ一人でこんなことわざわざやるかって言ったら微妙なんですけれども、誰かお客さんが来るときに真っ暗な物体が浮いているよりは全然いいし、こんなん浮いてたら面白いじゃないですか。少しでも話題になる可能性があるならやる価値もあるとも思いました。はい。最後のメリットとして言っておきたいのがやはり価格。なんだかんだで一番重要なのが価格ですよね。TCL のテレビは価格に対してのスペックが高く、まさにコストパフォーマンスが高いです。今回の Q7D Pro、これらスペックで55インチで約18万円、65インチで約23万円、75インチで約26万円、85インチで約37万円ですからね。世界トップレベルのミニ LED 技術を載せているのに、これだけの価格で買えてしまう。画面サイズに対しての価格が安いってのもありますが、パネル品質、ゲーミング性能、EARC、Google TV という OS も搭載で、これだけスペックがモリモリで、さらには従来のテレビとしての基本性能もしっかり備わっていますからね。地デジ BS-CS のチューナーも搭載で、外付けハードディスクを接続すれば、裏番組の録画もできてしまう。仕事の合間に、リモコンのボタン一発で、地上波テレビも BS もサクッと見られるし、パソコン起動せずにニュースをチェックしたり、掃除しながら情報番組を流したりと、こういうながら見視聴が気軽にできるのは、やはりテレビならではの大きな強みかなと。そしてテレビならではの装備としてリモコンも付属している。Bluetooth 接続でテレビに向けなくても操作が可能。YouTube、Netflix、Unext、Amazon プライムビデオ、Disney プラスに TVer と専用のダイレクトボタンまでもついていてワンタッチで起動できる。
このリモコンが使えるってのが本当に便利で、細かな映像設定とかも背面のパネルを操作する必要もないし、入力の切り替えも手元のボタンでポチポチっと簡単に切り替えられますからね。この不必要なくらいのショートカットボタンが本当に便利で、アプリの切り替えもマジで早い。パソコンに作業させつつ、動画はテレビの OS で処理。OS が別ってのも良いし、切り替えも簡単だし、ボタン一発で YouTube も起動。YouTube って検索するよりも早いし、AI に処理してもらってる間にちょっとドラマを1話見たって良いのです。で、これだけ揃って約18万円ですからね。ミニ LED や有機 EL の大型モニターともなると20万円前後しちゃいますからね。それでいてこっちは Google TV という OS も内蔵していて、テレビチューナーも内蔵、高音質スピーカーまでもついている。それらがテレビ1台でほぼ全部完結してしまうってのも便利で、しかもメーカー3年保証もついていますからね。まあ何にせよパソコンもゲームもテレビもこれ1台で完結してしまうってのはパソコンモニターではできない体験だなとも思いました。はい。それでは続いて、大画面テレビをパソコンのモニターとして使う際の注意点。デメリットの部分についても話をしておきたいと思います。まず、テレビをモニターとして使う上で気をつけなければならないのが、画面全部をフルに使って作業しないこと。この大画面を端から端まで使おうとするとめちゃくちゃ疲れます。これは以前のスーパーウルトラワイドの動画でも話をしたのですけど、人間の目には有効視野というものがあって、はっきり認識できる範囲は中央から上下2、30度、左右30から50度くらいまで。特に上方向の視野は狭いので、上を見続けると目も首も疲れまくり、無理して使い続ければしまいにはぶっ壊れてしまうのです。特にデスクに置くディスプレイは縦サイズが50センチを超えてくると視線より高い位置を見続けることになってものすごい疲れます。16対9の40インチで縦が約50センチ。これが私の経験上限界の数値であり、これでもちょっと高いのですけれども、55インチでは縦サイズが約68.5センチ。明らかにオーバーしてしまっているのです。というわけで、この大画面を使う上で大事なのが、全部使おうとしないこと。大画面で中央を使うという意識が非常に重要で、人間の目も見てるところの中心に向かうほど解像度が高くなるので、基本的に作業しているウィンドウは視界の真ん中に置いた方が良い。ただ実際のところ55インチをデスクの上に置くと画面の中央が高い位置に来るわけで、下側をメインで使って上側3分の1は使わないってのが私のたどり着いた結論です。上側を使わず下側だけで WQHD やフル HD が余裕で入るんですよね。下側に WQHD2560×1440 相当の表示エリアを作ると、サイズは約37インチで、横3840ピクセルのうち WQHD は2560ピクセルなので、左右は1280ピクセル余るし、フル HD 解像度の 1920×1080 なら約 27.5 インチで2枚すっぽり入るというのは先ほど申し上げた通りです。で、この下側3分の2のエリアは解像度で言うと3840から1440。物理サイズでは高さ46センチ。この上の3分の1のエリアは情報を表示しておくエリアとして活用しても良いのではないかなと。作業領域としてがっつりは使わないけど、表示しておいたら便利なスペース。SNS や音楽アプリ、AI ツールなんかを置いておけば、ちょっと視線を上げるだけで確認できたりもする。で、このメインの下側3分の2、3840×1440 をさらに分割して使うと一気に実用的にもなります。横にきっちり2分割すれば、各 1920×1440。サイズにして約30インチが2枚分。3分割すれば 1280×1440 で約24インチのスクエアモニターが3枚分となる。エンタメのモニターとしては横長の方が便利ですが、作業用モニターとしてはスクエアモニターの方がなんだかんだで使いやすい。3分割しても横幅は1280ピクセルあるので、ウェブサイトはほぼ崩れず表示されるし、クロードコードやコーデックスみたいなターミナル作業でも縦が長く見えて快適ですからね。しかも、この縦1440ピクセルという数字は、合計49インチのスーパーウルトラワイドの縦の解像度と全く一緒なんです。物理的なサイズで比べてみると、49インチのスーパーウルトラワイドが横に約120センチ、縦に約34センチ。対してこの55インチの下側3分の2のエリアは横が約 121.5 センチ、縦が約46センチ。モニターサイズに換算すると約 51.3 センチ。解像度は 3840×1440 で、アスペクト比は24対9になるわけですね。
ウルトラワイドよりやや横長で、スーパーウルトラワイドよりは縦に余裕がある。ちょうど両者の中間くらいの使い心地となるわけです。49インチのスーパーウルトラワイドに比べると、横の解像度こそやや少なくなってますが、縦は6インチの差の分、スーパーウルトラワイドより10センチ以上も高くなっている。この上の余ったスペースに情報も置いておけるわけで、1枚では持て余しがちだった上の空間も有効活用できるってわけです。ただ、テレビは上方向に長いので、設置方法にも工夫が必要となります。55インチを付属スタンドで設置すると、スタンド高が約10センチなので、画面下側がデスクから10センチほど高くなってしまう。となると、せっかく表示エリアを下側3分の2に寄せても、上端はデスク上から約56センチとだいぶ高くなってしまうんですよね。そこで活躍するのがモニターアーム。画面下側をデスクベタ付けにできるので、デスクギリギリまでモニターを近づけることで表示エリアも限りなく下げられる。先ほどの3分の2なら縦46センチ。さらにちょっと傾ければディスプレイ高さも若干下がってより見やすくもなるかなと。私が使っているモニターアームはエルゴトロンの HX シリーズ。価格は4、5万円とちょっと高額なのですけれども 19.1kg まで対応する重量モデル。HX は標準でベサ200までの対応なので Q7D Pro のベサ300に取り付けるにはベサ変換プレートが別で必要。これは2000円くらいで手に入る。概要欄にでも貼っておきます。そしてモニターアームで高さを下げても大画面ならではの問題がもう一つある。それが視聴距離。大画面ゆえに大きいので近くで見るとどうしても疲れるんですよね。一般的なデスク、奥行き6、70センチくらいのデスク幅だとちょっと厳しいかなと。一般的なデスクで無理なく視界に入るのはデスク上40から50センチくらいまでの高さのモニターで、具体的には32インチが40センチで、40インチが約50センチ。この辺が私が限界だと感じているラインですね。ただこの視野って上下左右に広がっているので、画面から離れれば離れるほど視界に収まる範囲が広くなっていくわけで、結局のところ距離次第ってのもあるんですよね。で、有効視野を左右50度、上下30度と仮定して計算した場合、無理なく視界に入る縦の高さは、目から画面までの距離のだいたい半分くらいで、見たい高さのおよそ 1.9 倍の距離が必要となります。これを55インチの3分の2、高さ46センチを快適に使うのであれば、視聴距離は90センチくらいあった方が良い。これくらいの距離があれば目の動きも少なくなり、4K55 インチというちょっと大きめの PPI80 という文字サイズが見やすい距離もちょうどこの90センチくらいだと感じています。つまり視野にちゃんと収まる距離と文字が見やすい距離がこのデスク上46センチで眼前距離90センチ前後なんじゃないかなってのが現在の私の結論です。というわけで下側3分の2をメインで使うにしてもモニターまでの距離は90センチくらいの余裕が欲しいってこと。それだけ距離が取れる奥行きのあるデスクも必要になるわけで、一般的な PC デスクではせっかくの大画面も宝の持ち腐れ。結局のところ疲れてしまったら意味もないですからね。ではこの距離をどう稼ぐか。一つは先ほどのモニターアーム。アームを使えば画面を奥側にグッと移動させられるので、デスクの奥行きが多少足りなくても視聴距離を確保できる。スタンド設置とは違い、デスク端ピタピタにも設置できますからね。そしてもう一つは PC デスクを使わないこと。私はかれこれ10年以上ダイニングテーブルを使ってますからね。PC デスクってデスク高も高めだし奥行きもないし、何よりも余計な付属品がゴテゴテついてて無駄に高額ってのもある。私は頑丈な天板と頑丈なテーブル足さえあれば良い。そんなシンプルで頑丈、奥行きがあるデスクがダイニングテーブルなのです。私はマルチディスプレイを長く使っているってのもあり、ひたすらにダイニングテーブルを愛用している。これも10年以上前に買ったニトリのダイニングテーブル。アウトレットで約2、3万円くらいで、調子に乗って3台も買っちゃいましたけど、天板も極厚でスタンディング足に交換して、今でも現役バリバリですからね。あと、デスクを分離するという方法ですね。別にデスク1台しか使っちゃいけないなんて誰も決めてないし、デスクを2つ並べて奥行きを稼ぐなんてのもありだと思うし、テレビだけ別の棚を使ったって良いとも思ってる。先ほどモニターをデスクの上に置く必要がないと言いましたが、モニターを置くデスクとキーボードを置くデスクを分けるという方法もあるし、壁掛け用のアームや壁掛け用のパーツも増えてますからね。大きいモニターやテレビってスタンド部分も大きくなるので、デスクに置いてしまうとこれが非常に邪魔。ですので、私はモニターは壁掛けしたり、モニターをデスク下に固定してみたり、何にせよキーボードとマウスだけ別で置いてもいいんだって考えれば、色々と方法も浮かぶかなと。
モニターの距離を稼ぐ方法としては、デスクの下に引き出しキーボードを取り付けるって方法もありますが、これはキーボード位置が低くなり、相対的にディスプレイ位置が高くなっちゃうので気をつけて。まあ間違ってもディスクシェルフなんて置いちゃダメであり、そもそもディスプレイワークにおいてデスクシェルフを疑ってみても良いのではないか。というのは以前の動画で詳しく解説しておりますので、よろしければそちらも貪り返してみてください。というわけで、結局のところ、この大画面を快適に使いたいなら、距離と高さを調整する必要があるってこと。広いデスクとモニターアームも用意した方が良いってことですね。あともう一つ、最後にテレビをモニターとして使う注意点は、テレビはもともとある程度離れて見る前提なので、輝度もあらかじめ高めに設定されています。初期設定のままパソコンモニターとして近くで使うと明るすぎて目が疲れるはず。部屋の明るさに合わせて自動で輝度を調整するモードもありますが、これも同じくテレビ用なので、これもオフにした方が良いかなと。TCL のモニターには様々な映像モードがあるんですけれども、パソコンモードとかゲームモードとか、あまりこれを過信せず調整した方が良いでしょう。特に輝度は PC モニターとして使う場合は明るすぎると感じているので、輝度も限りなく下げた方が私は使いやすいです。PC 作業では 10% から 20% くらいで使ってるし、間接照明で作業するような環境では私は 0% にしたりもしています。パソコンゲームも近距離プレイではデフォルト設定のままでは明るすぎるので、やっぱり輝度は下げたり、色味も少し調整しても良いかなと。このテレビ Q7D Pro は好みに合わせて色味とかも細かく調整できるので、いろいろと試してみることをお勧めします。ゲーミングモニターと違ってリモコンで操作できるので調整もしやすいですからね。あと、目の疲労にこだわるなら照明にこだわった方が良いですね。ノングレアとはいえ、やはりテレビなので、明るい照明や窓からの直射日光は少なからず反射するし、明るい部屋で明るいモニターを見るのは何にせよ疲れます。ディスプレイの裏側や周辺に間接照明を仕込んで、画面の輝度を抑えつつ、画面と部屋のコントラストを下げるとなお良いかなとも思っています。もちろん私はフィリップヒュー。あと、細かいデメリットとして、PC モニターに備わっている機能がテレビには搭載されていないってのもある。テレビは基本的に HDMI 入力のみとなるので、ディスプレイポートには未対応。USB Type-C 接続にも未対応なので、USB ケーブル接続で PC とつなぐこともできません。USB ハブ機能もないし、PC の電源をテレビから取るなんてことも不可能となります。MacBook とケーブル1本で接続するってことはできないわけですね。ただこの辺はドッキングステーションを使ってる人も多いと思うし、ミニ PC や Mac mini を愛用してる私は全く困らないんですけどね。はい、最後にまとめです。TCL の最新ミニ LED テレビ Q7D Pro を使って気づいたのが、テレビとしての完成度はもちろん、PC モニターとしてもゲーミングモニターとしてもしっかり使えるスペックを備えていて、それでいて価格は据え置き、コストパフォーマンスはさらに高くなっていると感じました。テレビなのでテレビとして使いがちなんですけれども、ここまで高性能なら仕事でも十分使えるし、パソコンとテレビを併用できればもっとコスパも高くなる。モニターを置くスペースまでも不要になっちゃって一石三鳥なんじゃないかなと。本当マルチディスプレイってすんごい場所も取りますからね。ただ大画面だからってその表示領域を真に受けて使わない方が良いですね。これは大画面テレビに限った話ではなく、ウルトラワイドもスーパーウルトラワイドも同じことを。重要なのは画面サイズではなく解像度でもない。見る位置と文字のサイズが最重要。文字が見やすく無理なく見続けられるのかって話ですね。ノート PC の小さい画面で作業するよりは大画面の方が圧倒的楽だとも思ってますので、テレビをモニターとして使うってのは頭の片隅に置いておいても良いかなと。ホテルや友人の家、実家とテレビはどこにでも置いてありますからね。というのも、まさに我が家が今ゴタゴタしてるタイミングで、応急処置的にこのテレビをモニターとして使ったのがきっかけなんですよね。モニター出すの面倒だし、置いてあるテレビでやってみたら思ったよりも快適に使えちゃって、むしろこっちの方が良いのではないかってやり始めたら止まらなくなって今に至ります。これ一台で仕事にゲーム、そしてテレビ視聴まで全て完璧にこなせちゃってますからね。これほど万能でコスパの高いモニターってのも他にないんじゃないかなと思いました。というわけで今回はこの辺でおしまい。